こんにちは、ゆうすけです。ここは高円寺という駅の近くです。昔はこの辺りはこんなに綺麗じゃなかったんですけどね。僕は昔この辺りで少しだけ働いていたことがあるんで懐かしいです。ずいぶん前のことですけどね。僕が20代の頃なんで20年、25年ぐらい前ですね。その頃の仕事をいろいろ思い出します。仕事をしてて何時間か働くと休憩を取るんですけど、その時休憩室で休むんですね。でその休憩室にテレビがあって、同僚とテレビを見ながらその時話題になってたことを話してました。その頃は子供に変な名前をつけるのが流行ってて話題になってましたね。それは今では話題というよりも問題になってます。子供にピカチュウとか悟空とかそんな変な名前をつける親がいて、今はアニメに登場するような変な名前を子供につけるのは禁止されてますけど、数年前までよほどネガティブな名前じゃなければ大体許可されたんですよね。ネガティブな名前っていうのはネガティブな漢字が使われている名前ですね。昔から悪とか闇とか死とかそういう漢字が使われていると名前として許可されません。でもその頃はピカチュウでも悟空でも市役所に届ければ許可されたんですね。でももし小学校のクラスメートに悟空がいたら絶対からかわれますよね。お前サイヤ人なんだろうとかカメハメハとか言われますよ。名前だけでいじめられる可能性は十分あると思います。そういう名前はキラキラネームって呼ばれてます。珍しい名前をキラキラネームって呼ぶんじゃなくて、変な名前とか読めない名前をそう呼びます。イーロン・マスクの息子の名前もキラキラネームですね。最近日本では外国人が増えてるんで、ケビンとかトニーとか外国の名前でも何も問題ないんですけど、あくまで僕の考えですけど、ピカチュウって名前はダサいと思いますよ。日本の伝統的な名前だけがいいとは思わないですけど、日本に限って言えば変な名前はその人の人生に悪い影響を与えることが多いです。例えば就職活動の時、伝統的な名前の人とキラキラネームの人が履歴書を送ってきて同じ程度の経歴だった場合、伝統的な名前の人はキラキラネームの人よりも面接に呼ばれる確率が高いらしいです。これに関しては正しい情報なのか信憑性が確認できませんけど、僕は企業で面接を担当してたんで、その経験から言うとこれは日本人の一般的な感覚だと思います。名前によってその人が悩んだり苦しんだりしたら気の毒だとは思いますけど、
そういうデメリットを想像できない親に問題があると思います。そしてそんな親に育てられたんだからきっと君もって思われる可能性が高いです。子供の名前に関してはキラキラネームとは違うんですけど、流行りの名前がありますよね。昔の話ですけど、1990年代にオーストラリアのメルボルンに住んでた友達がいて、その頃オーストラリアではカイリー・ミノーグっていう女性歌手が人気だったんですね。で、僕の友達がオーストラリアにはカイリーっていう名前の女の子が多いって言ってたんで、流行りの名前はどの国でもあるんでしょうね。それは全然悪くないと思いますよ。ただ流行りの名前だと名前だけでおおよその年齢を推測できますけどね。日本だと僕のイメージでは男性なら誠っていう名前だと50歳60歳ぐらいを想像するし、キラキラネームとは違うけど、そういう時代を象徴する名前はいつの時代もありますよね。ちなみに僕の名前はゆうすけ。ゆうは昔の漢字で人を助けるという意味で、すけは仲介するという意味です。仲介っていうのは人の間に入って交渉とか話し合いをまとめることです。仲介はビジネスっぽい言葉ですけど、人と人を仲良くさせるみたいな意味です。僕の親は人を仲良くさせる人になってほしいという気持ちで名付けたそうです。同じゆうすけでも漢字が違うと違う意味の名前になります。子供に名前をつけるときは願いを込めて、そして100年後でも恥ずかしくない名前がいいと思います。日本は保守的な人が多いんで、悟空さんとピカチュウさんはきっと苦労していると思います。皆さんの国ではキラキラネームは流行ってますか？はい、今日の動画はここで終わりです。それじゃあまた。